紙が7枚ある。1945年5月10日の夜、特攻出撃の前夜に22歳の学生が書いたものだ。明日死ぬと決まった夜に人は何を書くのか。1945年5月3日、第56新部隊鹿児島県知覧陸軍飛行場に到着。上原良次は基地近くの富谷食堂でおかみ鳥浜とめにこうつぶやいている。おばさん、日本は負けるよ。5月10日17時、出撃は明朝に決まった。戦闘指揮所の前に全員集合。第6航空軍司令官菅原道夫中将の訓示。肉に死して霊に生きよ。個人に死して国家に生きよ。現代に死して永久に生きよ。これを諸子の信念にしてもらいたい。その夜、兵舎は特攻隊員でいっぱいだった。最後の夕食の始まる前、上原少尉は一人で座ってタバコをふかしていた。報道班員の高木俊郎が便箋を差し出して頼んだ。出撃する前の気持ちとか考えていることを書いてください。上原は大きなきれいな目でまっすぐに高木を見て、しばらくしてこう聞いた。何を書いてもいいですか？何でも本当の気持ちを書いてください。上原少尉は黙って書き始めた。栄光ある祖国、日本の代表的攻撃隊とも言うべき陸軍特攻隊に選ばれ、身の光栄、これに優るものなきと痛感いたしております。思えば長き学生時代を通じて得た信念とも申すべき理論万能の道理から考えた場合、これはあるいは自由主義者と言われるかもしれませんが、自由の勝利は明白なことだと思います。人間の本性たる自由を滅することは絶対にできなく、たとえそれが抑えられているごとく見えても、そこにおいては常に戦いつつ、最後には必ず勝つということは、彼のイタリアのクローチェも言っているごとく真理であると思います。権力主義、全体主義の国家は一時的に隆盛であろうとも、必ずや最後には敗れることは明白な事実です。飛行機に乗れば機械に過ぎぬのですけれど、一旦降りればやはり人間ですから、そこには感情もあり、熱情も動きます。愛する恋人に死なれたとき、自分も一緒に精神的には死んでおりました。天国に待ちある人、天国において彼女と会えると思うと、死は天国に行く途中でしかありませんから、何でもありません。明日は出撃です。明日は自由主義者が一人この世から去っていきます。彼の後ろ姿は寂しいですが、心中満足でいっぱいです。言いたいことを言いたいだけ言いました。無礼をお許しください。ではこの辺で。出撃の前夜記す。彼らが残した詩編は今も残っている。